好きだからこう写真に収めて飾ってるのに、やっぱ最終こうなってしまうとちょっとかわいそうですよね。もう猫ちゃんの糞プラスもう匂いもおしっこがひどいんです。今回向かったのは50代男性が単身で住まれていた京都府のご自宅。元住人の方は現在入院中のため代理人を通してご依頼いただきました。皆さんこんにちは。関西クリーンサービスの太田です。なんでこんな防護服着てゴム手袋していつもと違うマスクをしてるのかって言ったら、まあゴミ屋敷にプラス猫ちゃんたちの糞尿が今もう本当にまさにもう現場にもう入り混じってる状況で、すごい衛生的に不衛生悪い状態です。今日もう7月のもう真ん中過ぎて猛暑日連日の日です。身の安全を守るため防護服を着用します。体の熱が服の中にこもり、真夏は蒸し風呂のような状態での作業となります。もうまあちょっと中、見ていきましょうか。はい。まあここ玄関で一部屋があって、廊下あって、リビングかながあって、階段があると。で、もう全体的に、ペットボトルであったりだとか、もう猫ちゃんの糞プラスもう匂いもおしっこがひどいんです。代理人によると、こちらの住宅にはもともと7匹の猫がいたとのことでした。我々が清掃前に確認できたのは4匹。うち2匹は移動しているのを見かけましたが、1匹は息を引き取った状態で放置されており、1匹は衰弱してドアの上から動けずにいました。ごめんなさい、すっごい貧弱してると思うんですよね。暑いし、多分食べ物を食べてないし、ずっと水道ちょろちょろちょろって出てるんで、まあ水分は取れるかなと思うんですけど、やっぱりすっごいガリガリなんで、ちょっとどうにかしてあげたいですよね。お、動いてる動いてる。上にいるんですかね。でも家具の上にいてるのかな。なんかもうごめんなさい、めっちゃホラー現象みたいになってましたね。だから2匹は多分いけると。で、ちょっともう糞をすごいしてしまってる。でなおかつこの奥ですね。やっぱ一箇所してしまうと、もうそこがトイレの場になって歩いててしてしまうんですよね。この小映えみたいなのがもうちょっと防護服にだからさっきからもうなんか張り付いてるっすね。首もぞもぞしてたんで。なるほど。多分小映えだと思う。登っていった登っていった。本当に屋根落ちちゃってますね。でやっぱおしっこで絶対上からしてると思うんで、ボロボロになるってことは相当してると思うんですよ。まあここももう屋根が落ちてますね。もうこんな電線とかももう出てきてしまってるんで、本当どういうちょっと危ないですね。危ないですね。およそ数千という単位で積み重なった糞に加え、猫たちが外や天井裏を自由に行き来できるほどまで家中が傷んでいる状況です。さあ2階にやってきたんですけど、おそらく住まれてた方はもう2階メインで住んでたのかな。もうこういうもう見ての通りですよね。もう点々と固まってあるようなところにあるので、ここはもう餌の袋が大量に置かれてる。そこも新しいのがあるんです。
新しいのがあるんやけど、やっぱ猫ちゃんたちは開けれないんで、なんかとてもじゃないぐらい苦痛ですよね。目の前に餌があるのに食べれないって。まあここ本棚なんですけど、一緒にねこう猫ちゃんの写真飾ってあるんですよ。好きだからこう写真に収めて飾ってるのに、やっぱ最終こうなってしまうとちょっとかわいそうですよね。まあこの中でもうご飯食べたり飲み物飲んだり、まあ要は生活されてた状況なんで。ただね、ゲーム機とかプレステ5とかは箱あるんですよ。最近まで住まれてたんですよね。確かに確かに、そういうことですよね。ちなみに、太田さん、ここの住人の方っていうのは、まだ住んでらっしゃるんですか？いや、ご依頼主の方が代理の方なんですよ。はい。だからちょっと住まれてた方のね、詳細とかは、ちょっと今現状分かりかねますけども、はい、この状況で、猛暑日で、今日は、スタッフ8人でやります。はい。じゃないと、なかなか大変なんで。ちょっと今日の現場が、なかなかしんどい、大変な現場になってます。熱中症だけ気をつけて、作業を行ってください。各自で水分取ってもらっていいんで、しんどかったら言ってくださいね。はい。さあ、今日も一日、頑張りましょう。お願いします。はい、お願いします。はいよ。びっくりしたな。息を引き取った状態で見つけられた2匹の遺体は代理人により地域の役所へと託され、合同火葬にて弔われました。また猫の写真は遺影として持ち帰り、弊社にて閉眼供養を執り行う形となりました。トラック4台今日予定してるんですけど、今午前中でとりあえず1台出せました。すごいやばいです。これもうみんな一緒です。これそうですね。水分を取りましょう。はい、休憩させてもらいます。はい。この防護服にもうダニのみがもうめちゃくちゃついてました。なんと服や首元を張っていたのは吸血性の猫のみであることが判明。天井裏に溜まった猫の毛や汚れから発生したものが上から落ちてくる形で防護服に張り付く様子も見られました。1時間程度の活動でおよそ5匹から10匹程度のノミが張り付くため、休憩のたびにスタッフ同士でノミを潰し作業を進めます。で2回やってると多分その住んではった方も気になってたんでしょうね。ダニヤースみたいな殺虫剤
であと畳とかにブスって刺してシュッてやるようなやつもいっぱい出てきてるんで、多分もうその時から気になってたんだろうっていう。亡骸をはじめ糞尿や餌の食べ残しなどから他にもさまざまな害虫が発生している姿が見受けられました。最初機械で認識変われてたんかな。これベッドをどけて、はい、ゴミが詰まってるっていうのはどういう状況なんですかね。押し入れもさっき、ああ、確かに押し入れも下いっぱいになってましたよね。だからもうとりあえず食ったら入れて、飲んだら入れて、まあ、そういう精神状態にあったっていう。ネグレクトですよね。ありがとうございます。はい、お疲れ様でした。終わりましたね。もう本当に朝から夕方、ぐらいまでかかりました。もうまだまだ匂いしてます。もうあらゆるところにも染みついて、なおかつ畳ですし、ねえ、実際避けると、まあ汚れてますよね。まあみんななんとか耐えて一日やってくれました。本当に、お疲れ様でしたっていう形でね、これで大丈夫、すごい綺麗になったっていう言葉は絶対いただける自信があるので、はい。まあ無事に終われてよかったかなと思います。まあまだまだ本当にね、多頭飼いであったりだとか、ゴミ屋敷で悩んでいる方ね、もうたくさんいらっしゃると思いますけども、ぜひぜひ相談とかしていただいて、一日でも早く、気持ち的にもすっきりできるように私たちサポートいたしますので、ぜひご相談いただければなと思います。今日は一日本当お疲れ様でした。ありがとうございました。現在確認の取れている猫に関しては、代理人が動物愛護団体と連帯して保護活動に尽力されています。家族として一緒に暮らしていた猫たち。愛情を注がれていたはずが、多頭飼育崩壊により劣悪な環境の中で置き去りにされる事態となってしまいました。人間社会の中で共に生き、その命を終えるまで、人がペットに果たすべき責任とは改めて何なのでしょうか。